ようこそ私たちのチャンネルへ。壁張り作業が始まります。防水シートを壁に貼ってから2ヶ月ぐらいが経つんですけど、なかなか壁張りが始められませんでした。それは焼きすぎにするために、壁の杉板をしっかり乾かす必要があったからです。まずは銅縁を貼り付けていきます。壁板は縦張りなので銅縁は横に貼っていきます。銅縁は下地の合板と、外壁の間に通気を作るために必要です。万が一外壁の内側に水が入った場合でも蒸発して上に抜けていけるように間を空けて、貼り付けていきます。北側の銅縁張りだけで1日かかってしまいました。もうとっくに壁を張り始めてるはずなんですけど、まずは換気扇の穴を開け忘れてたので、今から換気扇の穴を開けていきます。これまで防水シートに頼ってきたんですけど、防水シートの内側って意外と濡れるんですよ。横殴りの雨が降ったりすると内側の合板の継ぎ目から水が染みてきたりして合板が傷むのが心配でした。防水シートを留めてる、タッカーの小さな穴から染みるんですかね。結構濡れるんです。これでその心配がなくなると思うとほっとします。少し心配なことがありました。板が焼いたことによって反ったり曲がってしまったものが何枚か出てきたことです。それから幅も少し狭くなったように感じていて、一応十分な枚数を揃えたつもりなんですけど、幅が1ミリ狭くなると100枚で10センチだし、もしそれが2ミリだと100枚で20センチなので、もしかしたら足りなくなるんじゃないかなってちょっと心配しています。はい。どうぞ。いいよ、切らないでください。ああ、違う。ああ。
順調に進んでると思いきや、考えが甘かったというよりは、初めてのことなので想像がつかなかったというのが正直な感想なんですけど、上下での板の進み具合を気にしなきゃいけなかったということです。さらに焼いてしまったことで、板の上の方と下の方の幅が微妙に違ってしまいました。それから、窓が上下に2つ並んでいることによって、その問題をさらに大きくしてしまいました。短い板を使う簡単な面から貼り始めればよかったんでしょうけど、材料の割り振りから、4メーターを一番多く使うこの北側の壁から始めなければなりませんでした。そんなに遅れてんだ。めっちゃ遅れてるじゃん。うわ、すっげえ遅れてんだ、ここ。こっちが。の間を開けなきゃいけない。いい、ここで斜めで合わせて。そうだよ、そう。それで遅れが取れるから。大変にね、やろう。いいから。いいからって言うか。Do you remember where you put the... はい。この重い足場運びももうしばらくの辛抱です。この作業が終わればようやく取り払うことができます。一番面積の広い北側の壁から始めたので、今回はちょっと気が楽です。一通り失敗もしているので気をつけながら進めました。あ、しまった。関係ないとこ行ってた。進みどこだ、これか。620。それで、だから40ミリだね。620の40、あれ ?40。620の40。それで窓が
440。斜め。斜めはだから20度なんだよね。20度で、一回こういうので実験してみる。うまく合うのを。あうん。で、それと同じ角度に全部切ればいいってことだね。そういうこと。オッケー。そうしよう。いいと思う。オッケー。はい。下から突き上げて。そうなんだよね。これは難しいよね。相当難しいよね。これ先貼った方がいいんじゃない？上。そうだね。それで、上先貼って、ここ合わせて。が合わないとダメだ。そうだね。そんなことないのか。向こうと一緒だ。うん。逆にこれに合わせてうまく間を決める。その方がいいか。うん。じゃあこれこのままいくよ。うん。ちょっとさ、一回、この右から差し込んでもいい？この水切りのせいで。はい。あれ、これ以上上がんない。こっちがうん。当たってる？あ何？ここから測ったでしょ。いや、その下から測る。ここに窓枠分がその下から測った。1.5センチ下長い。10ミリこっち切りたいの。長い。下が長い。当たってんのね。どこが当たってる？ここ。ここね。ここは当たってないな。うまくないか。そこだけ切ればいいの。こう。そう。そしたら、ね、上に10ミリ上げたいぐらいなんだよね。だからここを切れば上がるんだけど、ここが少ない。いった。Very good.いや、朝始めるときには南側の壁張りも今日終わっちゃうんじゃないかなと思ったんですけど、持ってないよ、全然。なかなか進まないもんです。今回も切り込みを入れるところはまあ難しかったんですけど、前回の失敗を生かすことができました。南の壁を取り付けます。そう考えると長さがちょうどいいってことなんだよね。さっきの裏が3センチだ。普通の杉板を張るならもう少し早く進んでるはずなんですけど、焼き杉の板ではそうはいきません。この焼き杉、乱暴に扱えないんですよ。持つときもそーっと持たないといけないんです。しかも焼けてない部分をそーっと持つんです。焼いてあるところを少しでも触ると、炭が手について剥がれてしまったり、場所によっては大きく欠けてしまうことがあるんです。大きく振動を与えたりするとボロッと取れてしまったり、板を落とすなんて絶対できません。
それから焼きすぎの板を丸ノコで切るじゃないですか。そうすると真っ黒い炭の粉が舞うんですよ。それで二人とも作業が終わると顔がすすけたみたいに真っ黒で、鼻の中も真っ黒です。焼きすぎの板って一枚一枚表情が違って、でもそれは焼き方によると思うんです。その表情が違う一枚一枚を貼り合わせて一つの壁にするのってどんな風なのかなって思ったんですけど、光の加減によって全然違う表情に見えたりしてすごく味わい深い壁だなって思います。焼いてる時には、焼きすぎたり焼けなかったり、それが少し気になってましたが、逆に良かったのかなとほっとしています。曲がってるんだ。37が8ぐらい。最後の壁です。ここ向こう側さ、最後8センチやったじゃん、その余りがここに入ると思うのね、それが19枚目なわけよ、だから向きは合ってんの？向きはだからそれに合わせて貼るってことね。今ここまで来たの、4メーター2枚までで、あとここをどうするかなの、でここで使えるのが4メーター1枚と2メーター2枚、それで板が足りるかどうか微妙になってきました。この時点で計算上足りないということは分かっていました。最もよく板を組み合わせれば、もしかしたら足りるんじゃないかなという思いで、パズルのように地面に並べて最善の組み合わせを探りました。それから5日目を迎えて体も悲鳴を上げています。すでに1000本以上のビスを打ち、私は右肩を痛めました。50代を迎えて思うことは、疲労は回復せず蓄積するということです。この家づくりを通して強く感じました。慎重に板の割り当てを考えて貼っていきましたが、なんと最後の4メーター1枚足りませんでした。明日は雨なので、とりあえず端材で継ぎはぎに貼っておきました。またしても私の見積もりは甘かった。こ
この翌日、九州南部は統計史上最も早い梅雨入りとなりました。間に合ってよかった。ではまた次回をお楽しみに。